ミノミュージックのミノです。本日はハッピーエンド入門ということでやっていきたいと思います。はい、入門シリーズ邦楽アーティスト初ですね。ハッピーエンドやっぱりちょっと邦楽ね、J-POP、J-ROCK を語る上では避けて通れない存在だと思うので、ちょっとね、今一度振り返って、そしてなんか名前知ってるけど聞いたことないよっていう人がね、もしいらっしゃったらそういう方の入り口となる動画を作れたらいいなと思います。ハッピーエンドですね、日本語ロックのもう創始者みたいな感じでね、言われることも多いですけども、もうマジで J-POP のなんか源流みたいな。所属してたメンバーがもうめちゃめちゃすごい人たちばっかで、ハッピーエンド解散後の活動を追うだけで J-POP の歴史をかなり網羅できてしまうぐらいの存在がありますね。69年結成で、72年解散と。いやだから短いんですよ。本当に3年ぐらいしか活動してないと。その間に、3枚のアルバムを発表しました。音楽性で言うと、フォーキーなロックですね。フォークロック。当時としてはちょっと珍しいかも。フォークは多かったんですけど、フォークロックっていうのはあんまりいなかった。アメリカ西海岸のフォークサウンド、ウェストコーストサウンドに影響を受けてですね、ちょっと独自の音楽を作っていったという感じで、よく影響元として、言われるのはバッファロースプリングフィールドとか、モビーグレープとかね、そのあたりだと思いますね。じゃあちょっとメンバー紹介していきたいと思います。まず、ギターボーカル作曲の、大滝栄一。ででん。はい、もういきなりすごい名前が出てきましたね。続きまして、ベーシスト、細野晴臣、ベース、ギター、ボーカル、そして作曲ですね。この二人が同じバンドにいたなんてとんでもないですね。そして、ギタリスト、鈴木茂、ギター、ボーカル、そして作曲もされます。そして最後ドラマーの、松本隆さんですね。作詞も彼が担当していると。松本隆の作詞、本当に影響力大きいと思いますね。ハッピーエンドで彼の詩世界みたいなところが、世に出てからもう、ずーっとみんな彼の影響下にあるんじゃないですかね。ある程度。大なり小なり。それぐらい彼は本当日本語の詩の部分、影響力強いと思うんですけども、日本語ロックの元祖みたいな感じで俺ちょっと最初言いましたけども、日本語ロックってそもそもなんだよっていう。英語で歌った方がいいのか、日本語で歌った方がいいのかって派閥争いがあったんですよ。日本語ロック論争みたいなのがありまして、ハッピーエンドの風待ちロマンというね、2枚目のアルバムで日本語ロックの一応の完成をね、持って、そのね、論争に終止符を打ったみたいなのがありました。ただですね、このストーリー一般的に広く受け入れられてるんですけども、ハッピーエンド中心史観みたいな。感じで言われていて、ちょっと彼らをひいきしすぎなんじゃないのみたいなね。スパイダースがフリフリっていう曲でも日本語ロック作ったんじゃないとか、そういういろんな意見はあるんだけど、でもですね、この松本隆が日本語の響きを大事にするロックを作るぞっていうマインドで優れた作品を作っていれば、実際影響力強いっていうところでですね、無視できない存在ではあるとは思います。中でもいろんなね、雑誌とか見てても70年代、80年代とかで割とハッピーエンド自体が黙殺されてたみたいないろんな意見があるんだけど、とりあえず2020年、現状では非常に影響力の強い作品とされています。はい。いろんな意見がありますが、優れてるんだからもういいじゃんね。なんでもね。必聴アルバム、紹介したいと思うんですけども、当たり前ですけどこれですね。はい。風待ちロマン。風待ちロマンからも入ってください、ハッピーエンドは。アルバム3枚しかないですから、もう全部聴いていいんですけども、入り口はこれでいいでしょう。本当に完成は高いです、これに関しては。これもいろんな意見あると思うんですけども、このレベルで日本人が自覚的にロックを作ったのは、初めてと言っていいと思いますね。グループサウンズとか非常にかっこいいのたくさんあるんだけど、やっぱり、あの辺って旧来のね、歌謡の芸能秩序の中にあったシーンだったんで、どういうことかというとですね、外部の作曲家、作詞家とかが曲作りやってたりすることが多いんですよ。作家性がない音楽なんですね、あんまり。もちろん全てじゃないですよ。こういうね、この作り手がもう本当に 100% イニシアチブを握って、で、作った最初の優れた作品だと言っていいと思うんで、本当にオリジナルの輝きがありますね。この日本語のデスマス調のね、歌詞とかね、そういうのもね、非常に影響力強いと思うし、楽曲も非常に面白いです。個人的なフェイバリットはやっぱり、夏なんです。ハイから白地も好きだし、全部好きなんだけど、花一問目もね。もう本当に、もうどこを撮っても一級の作品だと思います。こっから入ってください、ハッピーエンドは間違いないです。誰に聞いても同じこと言うと思います。あれ長嶋一茂さんですか？違いますね。はい、ネクストステップなんですけども、もう3枚しかないって言ったから、
予想ついてると思うんですけども、まあファーストとサードですね。ファーストから話しましょうか。バンド名とね、同名のアルバム、ハッピーエンド。まあ通称ユデメンと、ジャケットにね、このユデメンって看板書いてあるから、ユデメンって言われることも多いアルバムですけど、まあ、風待ちロマンと比べてると、ちょっと、荒削りな感じはあるかな。まあなんかちょっとサイケな感じも強いかもしれないですね。前身のバンドでエイプリルフールってバンドがあったんですよ。松本隆と細野晴臣、両者そのバンドに所属してました。あと小坂忠とかね。もう結構だからそうそうたるメンツのバンドだったんだけど、まあ1枚だけアルバム出し解散して、ハッピーエンドに繋がるわけなんですが、ちょっとそのエイプリルフールの空気残ってます。エイプリルフールかなりサイケなバンドなんですね。だからこのファーストで言うと、だから敵タナトスを想起せよとかね。そういう曲入ってて、かなりサイケな匂いもあるんだけど、まあ後にね、こういうこのもう、風待ちロマンとかに繋がるようなね、素晴らしいアコースティックな楽曲とかもたくさん入ってて、まあ、マストです、これも。マストなんだけど、まだちょっと手探り感もあるの。そんな感じはございます。続きまして、じゃあ、3枚目ですね。3枚目、今度、エイジでハッピーエンドという。これアメリカで撮ったね、レコードで、バンダイク・パークスとかもね、参加してます。バンダイク・パークスっていうと、まあ、彼の一番有名な仕事で言ったら、ブライアン・ウィルソンと、スマイルを共作したところだと思うんですが、まあちょっとそこ話しすぎると脱線しちゃうんだけど、はい、まあアメリカで撮ったと。当時、アメリカでレコーディングなんかも非常に進んでます。ほとんどのアーティストやったことないと思います。正確に第1号なのかは知らないですけど、かなり珍しいですね。まあただなんだろうね、アイデンティティの喪失みたいになっちゃうわけですよ。まあ要はだからね、日本で、舶来の文化であるロックを日本語でやるっていうところでちょっといろいろ模索してて、まあでも彼らあんまり売れなかったから、世間にいいもの作ってるのに受け入れられないみたいなそういうジレンマとかもあったと思うんだけど、今度じゃあアメリカに行ってみると、アメリカでも受け入れられないと。日本人ということでね、まあ言語の壁があってレコーディングでちょっとなんか意思疎通ができなかったりとかですね、なんならなんか現地のミュージシャンに、お前らここ来て俺らの仕事を奪うのかみたいなね、心の狭いことを言われたりとかして、ちょっと幻滅したところもあるみたいなんですね。そう、だからなんかそういうのも含めちょっと冷めた感じの空気漂ってます。さよなら日本、さよならアメリカとかね、そういう感じのタイトルの曲入ってるんだけど、もう自分らの居場所どこにもないんだってね、そういうノリですよね。無風状態みたいなね、そういうちょっとニヒルな感じのタイトルの曲が入ってたりとか。でもですね、まあ、このアルバム非常に出来はいいです。あ、そう、そして作った時にもうね、解散が決まってたんですよ。なんなら大滝栄一がソロアルバムを出した直後で、このアルバム用の曲がもうそもそもなかったみたいな、そんな感じ、ちょっとゴタゴタした状況。しかも海外とね。だから、なんかこのまとまりに欠けるような、ちょっと集中力欠けてる瞬間あるんじゃねみたいなのも、なんか一瞬感じたりとかもするんだけど、洗練っていうところで言うと一番洗練されてるアルバムですね。それぞれのね、メンバーのポテンシャルがやっぱもう凄まじいんで、もう、めきめきと前作からね、成長してですね、アレンジとかかなりの進歩が見られると思います。ただ、この集中力の面で言うとやっぱりどうしても、風待ちの方がですね、みんなフォーカスして作ったアルバムなのかなっていう印象はあるんだけど。まあそんな感じでいろいろ話しましたけども、ファーストもサードも、いいアルバムです。普通に。邦楽のね、名盤選ぶってなったらもう全部もう殿堂入りの作品だと思うんで、本当にね、聴いてほしいですね。はい。まあ、あとマニアックなところで言うとライブ版とかもあるんですけど、まあその辺は余力があったらでいいと思います。はい、じゃあね、ハッピーエンドより楽しむためには話していきたいと思うんですけども、ハッピーエンドのメンバーそれぞれ本当に解散後ものすごい凄まじい活動を、同級の足跡を音楽業界に残します。彼らの軌跡を追っていく、そういうね、作業をすると、ハッピーエンドより楽しむどころか、邦楽がより楽しくなる、そのレベルのことだと思うんですけども、ちょっと話していきたい。まあでも全部話すのも本当無理なんで、もう何時間でも足りないくらいの話なんで、主にハッピーエンド解散後ぐらいの彼らの活動にフォーカスしてちょっと話していけたらなと思います。オーバーラップしてるところもね、結構あるんで。はい、まずですね、大竹栄一、ハッピーエンド解散前にもうすでにソロアルバム1枚出してます。タイトルズバリ大竹栄一。このアルバム非常にね、優れています。まああんまり売れなかったんですけども、まあ大竹栄一のね、音楽家の原点みたいなところあると思います。これはもう林達夫さんのドラムがもう大好きですね。もう貧乏とかね、ちょっとノベルティソングみたいな歌詞の曲も結構多くて楽しいんですけどもね、貧乏のね、林さんのドラムとかも凄まじい、もう超かっこいい。彼のドラム一回生で見たんだけど、すごかった。それましたけども。このアルバムは割とリズムへのこのこだわりみたいなのがね、強く出てるアルバムだと思いますね。ここはもうぜひ聴いてください。大名盤なんで。はい、続きまして、ドン。細野ハウス。
細野さんのファーストソロアルバムですね。これも邦楽史残る名盤の一枚。最近だとですね、細野さんの、活動50周年ということで、胡蝶のハウスっていう名前でね、完全リメイク。ただしアレンジは違うというね、そういう感じでね、再発表されてましたけども。その二つ今聞き比べるのもね、面白いと思いますよ。今からハッピーエンド聞くっていう人、ぜひ細野ハウスも聞いて、胡蝶のハウスも聞くとね、素晴らしいと思います。内容で言うと、なんか卓録の原点みたいな、ローファイみたいなジャンルの原点的なところもあったりとかもすると思うんですけども、なんかいろんな文脈で本当に語れるアルバムです。海外からも最近非常に注目されてるアルバムだと思いますね。はい、そして鈴木茂ファーストアルバム、アメリカでね、再度レコーディングして撮るんですけども、こちら、バンドワゴン、なんと、直筆のサイン入りでございます。いやー、本人にいただいたんですよ。ビルボード東京でね、ライブ見て、すごい良かったんですけども、ラインナップが、ベース浜岡本さん、そして、林達夫さんとね、もうね、そういう感じ。もちろん本人のプレイも素晴らしくて、はい、脱線しましたけども、このアルバムめっちゃかっこいいです。なんだろう、もう反則級の完成度ですね。鈴木茂さん以外、全員向こうのセッションミュージシャンということで、スライ&ザ・ファミリー・ストーンとか、なんかサンタナとか、あとリトルフィートとかのメンバーが参加してるみたいな、ちょっとそういう驚愕のメンバーで作られたアルバムなんですが、ソングライティングも最高。大好き。ローウェル・ジョージバリのね、スライドギターをね、弾きまくっていて、スーパーかっこいいんですけども、詩も、松本隆のそれまで書いてきたね、詩の中でもですね、もうトップクラスにいいものばっかりで、もう本当になんか夢のような贅沢なアルバムで、もう俺のフェイバレットでございます。死ぬほど聴きました。このアルバム最強です。はい。どうしてもちょっとギタリストビークになっちゃうんですけども。はい。そして松本隆さんのその後の活躍については、日本を代表する作詞家として、数々のアーティストにね、詩を提供していきました。もう知らず知らずに、彼の詩をね、皆さん、たくさん聴いて育ってるはずです。で、あとね、ぜひ皆さんにチェックしてほしいのが、細野晴臣、鈴木茂、ティンパンアレイという、なんか音楽プロデュース集団みたいなのを結成するんですよ。またメンツがやばくて、林達夫、松任谷正隆ね、そして佐藤博と。どういうバンドかというと、バンドっていうかですね、優れたアーティストのバックミュージシャンをやるみたいな、プロデュースをするみたいな、そんな感じの集団で、初期のユーミンとか、あと、雪村泉とかのね、バックで、優れたレコードいっぱい作ってるんで、このティンパンアレイのね、活動を追っていくと、70年代の音楽のなんかこの流れが結構見えてくるみたいなところはあると思います。はい。はい、そんな感じでですね、ハッピーエンド、そしてその周辺の、アーティスト、ぜひ皆さんね、聞いていってほしいなと思います。はい、そんな感じで、それでは、君のとこ